ミク様の養子はクー様だけだと思っていましたが、まさか北条の血筋の方まで養子にされているとは。北条三郎景虎様、北条の現当主氏康殿の七女で今川義元公亡き後、越相で不戦の約定を締結する際、ご養子に入られたとか。政治的な養子入りではありますが、ミク様も大層可愛がっておられるようです。ただ油断できない実家の紐がついているため、クー様のように手放して大事にはできないということのようですが。やはりそうなるとお考えですか？承知いたしました。即応できるようヒヨとコロの2人に伝えておきます。そうですね。正直なところ、よそ者である私たちでは越後の先行きは読み切れません。ここは健介様に動いていただくしかありませんね。健介、こら、健介、いい加減気づけ。バカ、しー。まったく、呼んでるんだからさっさと気づきなさいよ。
そうね。用はあるの。でもどこから話せばいいのかしらね。どうしてそう思うの？それはどうして？知った風な口を聞くじゃない。そうね。長尾食う影勝と北条夏樹影虎、二人の差に私は納得がいっていないのよ。いいえ、能力の差じゃない。影虎には実家の力があるけれど、空にはあるとは言えないわね。空の実家は先の春日山城の戦で白型についた長尾正景なの。そして正景は今罰を受けて蟄居謹慎中よ。ええ、空の味方にはつけない。正景自身は忠誠も強いし、今回のことだって越後の未来を憂いての行動だから、私は強く責めるつもりもないのだけれど、私が許したとしても周囲が許さないでしょう。そしてそんな正景が空の味方として声を上げればわかるでしょう。そういうこと。だから今空に後ろ盾はないの。でも夏希には大きな後ろ盾がある。あの子自身がどこまで理解しているかはわからないけれど、夏希の後ろ盾があそこまで口を出してくれば、それは越後にとって脅威でしかないわ。ありえる。今回に限って言えばないわね。ただ状況を読んだ上で叱るべき手を打ったに過ぎないと思う。関東の名手北条の当主ならばそれぐらいはやれて当然でしょ。この勝負五分じゃない。夏希の方が圧倒的に有利な状況になっている。そこが不満なの。もちろん五分の状況を作り上げるのも人の上に立つ者の資質よ。でも今回は五分で勝負するのならば、私は越後のためにその勝利者を後継者に指名するわ。でも悔しいけど、あなたならそう言ってくれると思ってた。いいの。健介、空に。そうね。
それは仕方ないわね。あなたはよその者。私の指示を無視されたからといって何も言えないわ。ないわよ。いいから、あんたはさっさと言っちゃいなさいよ。ほら、ち。参ったわね。私、また、いつの間にか、あいつに頼っちゃってる。まさか私、やっぱり私。おかえりなさい、お頭。すぐにお茶入れますね。お頭、ミク様とのお話は終わったんですか？お二人が毘沙門堂に向かっていく後ろ姿を見かけたので。いえ、あの辺りには私以外には人影はなかったと思いますけど、やっぱり見つからないように？なるほど。お茶、お待たせしました。それは良かったです。で、お頭、コロちゃんと何のお話をしてたんです？ミク様と？ということは、また何か頼まれたんですか？はい、その判断は賢明でしょうね。ええ、今後のことを考えれば良きご判断かと。なにしのちゃんとしずくちゃんはわかるの？私わからないんだけど。ねえ、コロちゃんはわかる？なんとなくだけどね。今はお頭からのおげちを待っていればいいと思うよ。ですよね、お頭。出陣ですか？どこへ？頼もう！お邪魔します。はい。お礼に上がるのが遅くなって申し訳ございません。新田健介様、この度の内乱ではこの身をお助けくださり誠にありがとうございました。まだ部屋住みの身のためさしたるものをお渡しすることはできませんが。絹一匹、銭一貫門、そしてなんと空様の記号付き漢字を送りましょうぞ。どや。そうですね。実は
先の一件についてとある方からご助言をいただいたのです。その方はこうおっしゃいました。予定よりも早い段階で後継者争いをしなくてはならなくなった今、あなたには味方が必要よと。そのご助言を受けて私は考えました。誰が私の味方、心強い味方になってくれるのだろうって。そしてここを訪れたのです。新田健介様、どうか私の味方になってくださいませんか。この越後きっての愛くるしさを秘める樋口愛名兼次からも伏してお願いするですぞ。ありがとうございます。でも健介様、私にはそれに報いるだけの力はまだありません。どうすればよいのか。そんなの簡単なことですぞ。褒めて使わすの一言で愛名の人生はどやーっと明るくなるですぞ。愛名、私は健介様に同じですか。はい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 、お頭そこまで。まったく油断も隙もないんですから。クー様、我ら健介隊が助力したとしても気に病まれる必要はございません。はい、越後が安定することこそ我らが健介隊の望みであり最上級の褒美なのですから。皆さん。でも兵のみんなにはちゃんとお給金をいただけると助かるなーって思いますけど。はい、それはもうご満足いただけるかは分かりませんが、我が家の財を投げ打ってでもお答えさせていただきます。でも本当によろしいのですか。はい、我ら健介隊微力ながらクー様のためにお力添えさせていただきましょう。ありがとうございます。では我ら健介隊はクー様のお味方をする、それでよろしいですか。補佐する、勝たせるではないんですか。
るほど。だからあくまで雇われ者として参戦し、裏方に徹するってわけですね。確かに越後の未来にとってはその方が良いでしょうね。では戦は越後の武士の顔を立てるように？となれば一部の方からは不平不満が噴出しそうですね。絞る？どうしてそんなことするんですか？なるほど。だから戦う相手を北条のみに絞ると。あ、なるほど。北条型を相手にしていれば越後の人たちの憎しみがこちらに向くことはなさそうですもんね。では健介隊の大方針としてはそのような形でいきましょう。他には何か？ならいつでも出られるよう準備だけは万端にしておきますね。平坦は私に任せておいてください。みんながひもじい思いをしないようしっかり準備してみせますから。はい。では護衛のためにマリちゃんを呼んで。わかりました。くれぐれもお気をつけて。ご主人様。いえ、こちらは特に。ご主人様は内定をなされているのですか？はい、ご主人様のことならばすべて。あ、いえ、もったいないお言葉です。は、一切すべて承知しております。は、私の方でも内定を進めればよいのですね。御意にございます。期限は？かしこまりました。では。
スケベさんどうしたっすか？珍しく難しい顔して。似合わない。誰を孕ますか悩み中ということか。いやー、スケベさんならそういうこと普通にしそうっすしね。スケベがスケベじゃない？ふん。なら何を考えてたんす？今回の件？それで悩んでたっすか。いやー、ほら、うちらは立場が立場なだけにあまり表立って発言するなってうささんに言われてるんすよ。影響が大きい。だから私たちは何も言わない。ただ平等の条件で公平に勝負をするのなら何も問題はないと思っている。すね。夏希様は実家の力があるから有利っすけど、外部に味方を作る手腕っていうのも国主としては必要なものっすからね。戦の前に有利な状況を作るための手段。ザクロが言う通り、当主に必要な能力。そういうことっす。けど、そんなことを言うってことは、スケベさんは空様についたんすね。うち個人として言えば、北条の後ろ盾を持つ夏希様の絶対的有利が崩れて、面白い戦になりそっすって感じっすけど、でも越後のことを考えたら、よそ者のスケベさんが介入するってのはまずいって思うんすよね。御大将の差し金？空様に味方をする件。ならどうして？一つ気になることがあるっす。スケベさんはよそ者なのに、どうしてそこまで越後のために動こうとするんすか？普通は無視する。なぜ？ダメじゃないっすけど、越後者からは歓迎されないっすよ、そういうの。
スケベさんにそう言わせる。そういうのもクー様の人徳なのかもしれないっすね。変なこと言ってすまないっす。身の振り方、それは言えない。さっきも言った通り、うちらは静観するしかないんすよ。御大将の側近がどっちかについたなんて知れたら、越後国内がとんでもないことになるっすから。アキコやウサたちも同じ。ここだけの話。越後の未来を考えれば、後ろ盾のある夏木様を後継者にするのが理にかなっているとは思うっすけどね。それは確かにそうなんすけど、戦国乱世とは言っても、結局どこの勢力も血縁でつながってるってのが否定できない事実っすから。なんすかそれなんすか？どういう意味っすか？プンプンっす。失礼っすよそれ。でも美少女って言ってくれたのは嬉しいっすけど。口車に乗せられるアホ発見。誰がアホっすか？目の前にいる人。松葉ひどいっす。小僧ではないか。何やら精力的に動いておるようじゃな。お初にお目にかかります新田殿。私は小島貞興、通称は貞子と申します。以後お見知りおきを。鬼小島なんて呼ばれておる怖い女じゃ。手を出すなら相応の覚悟を持っておけよ。ミク様の体に会えたらこやつに構ってもらえばよいぞい。何をおっしゃるのですか、ふさ様。何を焦っておる。ただの冗談じゃて。そういうことは冗談でもやめてくださいませ。なんじゃ冗談の通じんやつじゃの。こやつはな、好きになったものを一日中物陰から監視するほど一途な女なのじゃよ。わしなんかも以前はよく監視されていたものじゃよ。そういうことを新田殿に教えるのはやめてくださいまし。じゃが小僧のことが気に入ったと言っておったではないか。気を利かせて先に教えておいてやっただけじゃ。でもそんなこと知られたら新田殿は怖がられるのではありませんか。それは敵兵が充満する春日山城に忍び込み、空様を颯爽とお助けした手腕を考えれば、女ならば誰でも気になってしまいます。少女のくせによう言うわい。もううさ様ったら。
良いのですか？ではその時はぜひよろしくお願いします。散歩じゃと言いたいところじゃが、どうやら城内を嗅ぎ回っておる者の姿を見かけたのでな。噂にはなっておらんよ。わしらが気づいただけじゃ。旗色ならば明かせんぞい。同じくでございます。答えは分かっておったくせになぜ聞くかの。新田殿は空様にお付きになるのですね。夏希様と空様のお二人と新田殿の関係を考えれば至極当然なことでございます。それに新田殿の目は空様の味方をすると消しているように見えましたから。それもよかろう。わしらはただ越後の未来のため誰が当主にふさわしいのか、誰がどのような力を持っているのかを存分に観察させてもらうとするのじゃ。そうですね。宇佐様、時間もございません。そろそろ表情に向かいましょう。小僧も頑張るのじゃぞ。